たくさんのお土産物がありますね。全部インドネシア語で書いてるからわからないな。やっぱり薬局に行こうと思います。綺麗ですね。このバリの建築は本当に美しいと思います。真ん中で燃えているココナッツの殻をこの男性が蹴ります。皆さんこんにちは、よしえです。今日はバリ島のウブドをお散歩します。ウブドは伝統と自然がどちらも楽しめる素敵な場所です。それでは始めましょう。今日はとても天気がいいですね。気温は28度ぐらい。湿気がとても高いです。フルーツ屋さんやアイスクリーム屋さんがありますね。今、私はマーケットに向かっています。空が青いですね。雲がとても綺麗に見えます。ここはインフォメーションセンターですね。目の前にはウブド王宮が見えます。横断歩道を渡ります。ウブドの町にはほとんど信号がありません。だからちょっと横断歩道を渡るのが怖いです。こっちに行くときも信号がないので気をつけて渡ります。もうね、車が途切れるのを待っていたらいつまでも渡ることができません。勇気を出して一歩踏み出す必要があります。怖いなぁ。でもみんな運転が上手なので当たることはほとんどありません。ちょっとウブド王宮に入ってみようかな。このウブド王宮では夜になると伝統的な踊りのショーがあります。たくさんの観光客がいます。バリ島はオーストラリアから近いので、オーストラリアからの観光客が多いみたいです。他にもアジアからの観光客がとても多いです。日本人にもとても人気の観光地です。この王宮はなんと今でも王族の子孫が住んでいるらしいです。もちろんその住宅スペースは入ることができません。でもそれ以外の部分には無料で入ることができるんですね。石で作られた飾りがたくさんあります。このバリの建築、とても素敵ですよね。南国の植物がたくさんあります。よく手入れされていて、とても綺麗ですね。私はバリ島に来るのが3回目です。でもこのウブド王宮には初めて来ました。バリ島ではいろいろな王宮や寺院で伝統的な踊りを見ることができます。この王宮ではレゴンダンスという踊りが見られるそうです。今回私はこのレゴンダンスではなくてケチャダンスというダンスを見に行くことにしました。
道端でチケットを売っている人がたくさんいるので、そういう人から夜のチケットを買いました。楽しみです。ではマーケットに行ってみましょう。この目の前に見える大きな建物がすべてマーケットです。どんなものが売っているのかな。とても暑いんですが、このウブドの中でエアコンが効いている建物はあまりないんですよね。だからどこに行っても結構暑いです。たくさんのお土産物がありますね。歩くのが楽しいです。皆さんは旅行に行くとお土産物を買いますか？私はその旅行を忘れないために必ず何かお土産を買います。食べ物はもちろん雑貨もよく買います。あ、ここにマグネットがありますね。私はいろんな国のマグネットを集めるのが好きです。バリにもかわいいマグネットあるかな。たくさんのものがあって選ぶのが大変ですね。バリっぽい洋服を買うのもいいですね。こういう南国の街に来るとちょっとカラフルな服が欲しくなりますね。普段日本では黒とか白とかグレーとか地味な色のものをよく着ています。あ、この音が鳴る貝殻、とても素敵ですね。こういう音が鳴るものを壁からかけるといいかもしれない。向こう側もずっとマーケットが続いています。2階にもたくさんのお店があるそうです。全部見ていたら何時間もかかりそう。この石像、白と黒のチェックの布が巻かれていますね。街を歩いていると、ほぼすべての石像の腰に布が巻かれています。これにはちゃんと宗教的な意味があるそうです。白と黒のチェックには光と闇、善と悪のような反対になるものの意味が込められています。世界には反対になるものがいつも一緒にある。どちらか一方だけじゃなく、両方あって世界が成り立つというヒンドゥー教の考え方が現れています。面白いですよね。最初は普通に可愛いなぁと思っていたんですが、後から調べてこの布の意味を知りました。こっちの道にはドクターフィッシュがいました。足をお掃除してくれる魚ですね。実は昨日レストランで食事をしている時に足を蚊に刺されました。だから今すごく足がかゆいです。このサークル系にかゆみ止めのクリームあるかな。ちょっと見てみたいと思います。もしかしたらこれはコンビニだからそういうクリームは置いてないかな。このコーナーに歯磨き粉とか日焼け止めとかいろいろ置いてますね。でもかゆみ止めのクリームはなさそうです。
やっぱり薬局に行った方がいいですね。全部インドネシア語で書いてるからわからないな。やっぱり薬局に行こうと思います。コンビニの冷蔵庫にフルーツがたくさん置いてありました。美味しそう。他にはいろいろなソーセージとかお酒、そしてチップスがありますね。ちょっとびっくりしたんですけど、結構日本のお菓子も置いてたんですよ。こっち側の、ほら、ポッキーがあります。嬉しい。他にも韓国系のお菓子もたくさんありましたね。次はサラスワティ寺院というところに来ました。ここは別の名前でウォーターパレスと呼ばれています。名前の通り水があってとても美しい寺院です。この丸い石にハスの絵が描かれていますね。そして実際にハスの花もハスの葉っぱもありました。落ちないように気をつけながら進みます。この寺院を見学する場合、入り口で服をレンタルしてくれます。なぜかというと、ここはヒンドゥー教の寺院なので、肌を見せすぎるのは良くないそうです。だからみんな紫と白の服を借りて寺院の中を見学しています。はい、綺麗ですね。このバリの建築は本当に美しいと思います。日本の建築とはまた全然雰囲気が違いますね。こういう伝統的な場所はもちろん、ホテルやレストラン、カフェなどどこに行ってもバリらしい雰囲気を感じることができます。自然にあるような素材を使ったインテリアがとても多いと思います。石とか植物とかそういうものをうまくインテリアに使っているように感じますね。とても癒されます。ウブドは本当に自然がたくさんあります。そういう環境の中で落ち着いてヨガをするという人もたくさんいるそうです。私はヨガをやらないんですけど、このウブドにはライセンスを取るために来る人もたくさんいるらしいです。いろんな場所にヨガに関する張り紙が貼ってあります。1ヶ月でライセンスが取れますとか、3週間で取れますとかね。こういう自然いっぱいの中でヨガをすると気持ちいいんでしょうね。私は体が硬いので、ヨガをやるといつもね、足が痛くなるんですよ。皆さんはヨガをやりますか？小さい道に入ってきました。こっちには何があるかな？こういうお寺みたいなものがいっぱいあるんですよ。右にもあるし、左にもあります。これはお寺なのかな？人が住んでいるような場所もあるし、ホテルみたいになっている場所もあります。小さなお店がたくさん出てきました。左には洋服屋さん、そしてお土産もたくさん売っていますね。こういう小さなお店で買い物をするとき、基本的には値段の交渉をしなければいけません。私はその値段の交渉が本当に苦手なので、基本的には値札がついているところで買いたいなと思いますね。皆さんはどうですか？
インドネシア語が話せたら交渉がもっと楽しくなるかもしれないですね。私が知っているインドネシア語はありがとうとおはようございますだけです。たくさんのお店が並んでいますね。実は昨日この辺りでアートギャラリーを見つけたんですよ。とても素敵なギャラリーで、もう一度行きたいと思いました。でも、お店が多すぎて、どこにあったか忘れてしまいました。その時に、ちゃんと場所を地図で確認しておけばよかったなぁと思って後悔しています。そういえば皆さん、この動画で道の脇にいくつも花が置かれているのに気づきましたか？ほら、左側。小さなカゴに入った色とりどりのお花が置かれています。お店や建物の前にあることが多いですね。これは神様へのお供え物だそうです。これを見るといつも、バリ島に来たんだなーって感じます。それくらい本当に日常にあふれた光景だと思います。日本でもよく神様や仏様にお供えする文化はあります。でもみんなではないんですよね。バリ島ではほとんどの建物の前にこのお供え物があります。当たり前の風景になっていると思います。それくらい宗教が身近なもので、神様が大切にされているんだなって感じました。この動画を見ている皆さんの中で、バリ島に住んでいる人がいたら、ぜひ毎日お供えをするか聞いてみたいです。それではこれから夜になるまで待ってケチャダンスを見に行きたいと思います。ケチャダンスの会場はたくさんあります。今回私たちはタマンカジャ寺院というところに行きました。チケットは昼間に街中で買いました。なのでチケットを見せてすぐに入れます。飲み物とか食べ物も持って入ることができます。確か始まる20分ぐらい前に着いたんですけど、まだ席はたくさん残っていました。ラッキーなことに一番前の席に座ることができました。ライトアップされていて綺麗ですね。すごく幻想的です。ケチャダンスが始まりました。たくさんの男性が入ってきましたね。このダンスでは男性たちの声がとても大切になります。全部は長いので少しだけショーの様子を見せます。本当に素晴らしいですよね。すごく良かったです。バリに行く人がいたら絶対に見るべきショーだと思いました。ストーリーもしっかりあって分かりやすいので、子供がいる人にもおすすめです。
最後に10分くらいこのファイヤーダンスを見ました。真ん中で燃えているココナッツの殻をこの男性が蹴ります。すごく熱そうですよね。びっくりしました。この男性はこの宗教的な儀式の中では熱い火に触ってもダメージを受けないとされています。でも実際には絶対熱いだろうし、やけどもするんじゃないかなと思って心配しました。周りにいた男性がもう一度ココナッツの殻を集めていきます。そして集まったココナッツの殻をまた蹴ります。これを何回も何回も繰り返します。一応観客には飛んでこないように柵があるんですが、ものすごい迫力でした。はい、それでは今日のお散歩はこれでおしまいです。今日の動画が面白いねと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。最後にシュノーケリングをした動画が少しあるのでぜひ見ていってください。海の中へどうぞ。